ワイン動画スタートです。はじめまして。これが彼が作ってるフラッグシップのワインで。おー、すごい。皆さんこんにちは。今現在私はですねジョージアに2ヶ月、滞在していて、もう2ヶ月以上になるんだけどね、今までのねジョージア動画、見てくだされば分かるんですが、首都の飛び出しにまず1週間ぐらいいて、クタイ市で1ヶ月以上沈没して、今ね黒海沿いの黒海のラスベガスと言われているようなねバットミというところに1ヶ月以上滞在しています。大沈没しているんですが、で本日の動画はね、ワイン動画になります。ジョージアはねワイン発祥の国として知られていて、ワイン作りの歴史がねなんと8000年あるらしい。で2013年にはね世界遺産に製造方法みたいなのが登録されたみたいで、2018年には世界最古のワインが、ギネス世界新記録にね載っているというような感じで、もうワインの国としてすごい有名みたいなんでね、本日なんとね日本人男性がジョージアでワインを追求しているらしいんですね。だからその人に会いに行きます。で本日もねバトミでね私が、出会ったもう1ヶ月以上ずっと一緒にいるんですが、はるかちゃんも一緒にいますなんかちょっと宿泊者がいるんですが、今日もお願いします。よろしく。ではるかちゃんもね在住で YouTube とかやってるんでね、前々回動画と前回動画、見てくれればわかると思います。それでは本日ワイン動画スタートです。はいはい、今ねバットミの中心部にいるんだけど、ここから14キロ離れたところにねそのワイナリーがあるみたいなんで、もうねそこのワイナリーの男性はねジョージア在住で、今はジョージアでワインの製法を学んでいるっていうような日本人男性なんだけど、どういう経緯でねその方知ったかっていうとね、はるかちゃんがねやっぱりここ在住でいろんなコミュニティとつながっていて、で幸いね私もそちらのねコミュニティに入れてもらうというような感じで紹介してもらいました。なんでね、行ってきますはい。でその14キロ先までねちょっと距離あるんですが、近くまでねマシュルとかバスが出てるみたいなんで、とりあえずバス停まで向かっていきたいと思います。はい、今ね、マシュルとかに乗りました。私最近マシュルとかなのかマルシュとかなのか分かりません。マシュルとかはねこっちのミニバスみたいな感じで現金でお金、2ラリ払ってで向かうっていう感じです。ちなみにバスはねクレジットカードで払うと 0.8 ラリ、トラベルカードメトロカードとかで払うと 0.3 ラリっていうような感じです。今こんな感じになってます、はい。今一番後ろの席はい、頑張れジョバーほいじゃあまた。はい、今ですね、バットミからだいたい1時間ぐらいかな、乗り物に乗って着きました。でね今回ね、ワインセラーで、紹介してくださる日本人男性、カンジさんという方ですね。はじめまして遠いようこそ。これなんて読むんですか？これねヒムシエシュビリスマラニって言います。ヒムシエシュビリスマラニ。めちゃめちゃうまいですよ発音。やったじゃあ本日、よろしくお願いします。よろしくお願いします。カンジです。カンジさんです。ちなみにカンジさんはね、ワンちゃんを飼ってまして、ヘイリーちゃんがいます。今どっかにいちゃったんですが、水遊びしてる。すごい濡れてる。お利口、本当にリードなしでもちゃんとついてくるヘイリー、めちゃめちゃ偉い。頑張れ。可愛いヘイリー。可愛すぎる。こちらが、カンジさんの、ワインセラーになります。ゲストハウスも一緒にやられてるんですか？ゲストハウスも一応部屋、空いてる部屋があるから、そこ泊まってもらうこともできるって感じ。ああ、なるほど。それでは今から行ってきます。ヌグザリ。頑張れジョバー。こちらのワイナリーの醸造家の、お名前はヌグザリっていう。ヌグザリさん。頑張れジョバー。ヌグザリさんです。彼がジョージア語で喋るから、僕それ日本語で。通訳で。ありがとうございます。お願いします。すごいね。すごいね。ここは見てもらったよりゲストハウス兼、家族系ワイナリー。今からワイナリー見学してもらいます。はい、お願いします。はるかちゃんも私もワインは大好きなので、今回の企画上がってます。ここのワイナリーのはい。へえ。頑張れジョバー。お邪魔します。マジでジブリじゃない？ね。こっちからの景色。すごい。ヘイリー家そこなんだ。こんなおしゃれなお花もあります。すごいよ。すごいね。映え。行ってみよう。すごい。カンジさん水遊びしてます。ヘイリーご飯タイムだ。美味しいですか？これはマンダリンのヤポヌリオ、果樹園。ヤポニシティ。日本の品種の。へえ。こ
これがマラニっていうのはジョージア語で伝統的なワイナリージョージア壁にいろいろとオーナメントがあると思うんですけど、木の容器はアチャラの山の方で使われてるバターとチーズを保存しても持ち運ぶためのあっちにぶら下がってる木製のバスケットみたいなやつがギデリって言って収穫したブドウを運ぶための。これトネって言ってパンを焼くためによく使われるんですけど、ここではムツバディを作るのにもジョージア式バーベキューブドウの枝でかまどみたいな。どうぞお邪魔します。どうぞどうぞ。すごい。でこのマラニ、ジョージアでは伝統的にクベブリっていう粘土式の器で発酵させるんですけど、普通は地中に埋まってることが多いんやけど、亜熱帯気候で湿度があるからちょっと上の方に空気の通り道を作るために上の方に作られてる。ちゃんと考えられて作られてる。わあすごい。この高さでも結構変わるんですね。今からジョージアの昔ながらのワイン作りの方法を説明します。ワイン作りの方法ってよく知られているのがクラシックスタイルって言って、フランスだったり他のヨーロッパの国で作られているいわゆるステンレスタンクで作るみたいな方があるんですけど、クベブリで作るっていう方法はもうジョージアでしかされてなくて、8000年前から現在まで使われ続けてきている歴史ある方法です。クベブリのワイン作りの方法も2種類あって、一つがカイリ地方とかジョージア東側でやられている方法で、もう一つが、今いるアチャラ地方も含まれるジョージア西部の手法というのがあって、ちょっと違ってくる。これが彼が作ってるフラッグシップのワインで、ツィツカツォリコウリっていうワインです。発酵期間が15日間で、その後クベブリの中で3ヶ月間熟成させてステンレスタンクに移すなり瓶に移すなりして、もうちょっと保存しといて、合計で1年間経過した時に販売できる状態に持っていくっていう。今見せたこのツィツカツォリコウリっていうのはジョージア西部の方法で作られてて、クベブリの中で3ヶ月で、白ブドウなんですけど、ほとんどスキンコンタクトなし。スキンコンタクトってそのブドウの皮とか種とかも一緒ですけど、それがほとんどない。でもその東側の方っていうのはそのスキンコンタクトをいっぱいさせてて、かつクベブリの中で置いとく期間も6ヶ月と長めになるっていう違いがある。このワインの製造はクベブリのみで行うんですけど、保存に関してはクベブリ、こういうガラスの瓶、もしくは木の樽、もしくはクベブリと他の粘土製の容器で、プラスチックは絶対に使わへん。これはロゼワインで赤ワインも作ってる。ブランデーも柿のウォッカ、アルチャっていう成熟する前の梅のチャチャ木の樽で熟成させたチャチャも作ってる。თეთრი ღვინო, ვარდისფერი, წითელიო და მეოთხე ფერი დაემატა მსოფლიო ენციკლოპედიაში ქვევრის ფერიო. ეს ფერი რომელიც არის მხოლოდ ქვევრი აძლევს ოქროს ფერი. ワインの色っていうのは今まで白赤ロゼっていうその3つが知られてたけど、4つ目としてこのクベブリのカラーっていうのが最近有名になって、アンバーってやつですか？いわゆるアンバーカラー。この2013年にクベブリのワイン作りっていうのが文化遺産に登録されて、そこからすごく注目されるようになってます。クベブリのワイン製法がすごくいいって言われている理由の一つとして、ワインの中のアミノ酸を吸着してくれるという効果があって、こういうアミノ酸って結構飲んだ時に雑味として感じられるやつなんですけど、それを自然に吸着してくれるから。こういうクベブリ手法が唯一こういったアミノ酸が一番省けるっていうか、渋みが一番取れる方法なんですか？そう、他の手法で除こうと思ったら人為的にろ過するとか死んだらあかんねんけど、これはろ過が必要なくて、クベブリの中の壁って結構細かい穴が開いてて、そこに自動的に吸着される。他の固形分はもうこういう形してるから自然に沈んでいく。だから上澄みだけすくってしまえばある程度ろ過はできるっていう。もしよかったら上登ってクベブリ見てもらって、この辺にあるのがちっちゃいクベブリで、はい、
これがちっちゃめのクベブリこれがちっちゃめで、なんか見えるかな奥の奥最大で1トンのが奥にある。今こんな感じでね上の段を登ってます。右が1トンで、はいその左が900。今この白くなってんのが、はい石灰で掃除してるからで、10月までに掃除の全プロセス終えて収穫を迎えるっていう。石灰で掃除するんですね。そうで、その後クエン酸とか中に入って掃除したりとか。すごい合計で20個ぐらいもうちょっとあるのかな。かなりの数のねワインの眠り場所があります。はあすごいね。こっちはワインを保存しているステンレスタンクが置かれている部屋。あეს არის უჟანგავი ჭურჭელი, რომელშიც ღვინო შეიძლება. ჭიქაში, უჟანგავში და მუხის ჭურჭელში. 2021。 奥に123ありますね。はこっちブランデー。あブランデーの数がすごい。そう。 შეკითხვა თუ არა, გავაგრძელოთ იქეთ. じゃあ次のところに。はいお願いします。ありがとうございます今からそのワインを保管するセラーの方に小高い場所があると思うんですけど、はいその下に作られてて地下になってるから冷房設備なしでワインを冷たく保存できる。ワイン製造のマナニーというところに今連れてってもらったんですが、これからねワインを保管するセラーに、連れてってもらいます。ここの通路通ってこっち側、へー丘の下にもう彼が全部作って作って家の中から入ってそこの通路を通って、ワイン保管しているセラーに連れてってくれるみたいです。いやこんな経験できないからねめちゃめちゃ今貴重な体験させてもらってます。綺麗。 ხარ ქართველებს მარანიო, გარეთონ ნახესო, ესა სახშიო. ეს პირველი სართული ძველ ქართულად ააშენებული, სადაც მარანი の嫁はんのツヤがスアラさん。頑張れジャパン。 頑張っちゃばロドラハ こんにちは。こんにちは。じゃあお邪魔します。さっきマナニーいたクベブリあれ埋まってたから上からしか見てないけど、実際に見るとこういう感じになってる。形がめっちゃ可愛いおしゃれ。 ღვინო რომელიც უთხარის 3 თვე იქნება და ზემოდან აი აქ ჩამოსვლამდე არის ღვინოო. ワインを、この地方では3ヶ月間クベブリで入れて作ってるんですけど、さっきも言ったようにオリとか固形分が下に下がってくるから、ワインを取るときはその実際上澄みだけ取って瓶詰めすると。で外に溜まったオリとか、若干の固形分は蒸留して茶々にする。でこの内壁のところにさっき言ったようなアミノ酸は吸着されて。 ფრაზეო ირჩევენ თამადასო. თამადა ბევრ სადღეგრძელოებს ამბობს, მაგრამ 4 スープラっていう宴会だ、玉田っていう宴会の進行役がいて、かなりたくさんの乾杯飲んで取るんですけど、最初の乾杯は、ジョージアとそのジョージアに住んでるあらゆる民族に対しての乾杯で、角みたいな形の器、これカンツィっていうんですけど、これで乾杯するっていう、伝統的にはね。でこの器ピアラっていうんですけど、これで飲む時の乾杯は母親だったり女性に対する乾杯、例えばそのスプラに出てる男性の家族の女性とかに対する乾杯をこのスプラでやる。ピアラでやる。 ქვევრით სვამენო მეგობრობის სადღეგრძელოსო. このクベブリのミニチュアみたいな容器で飲むときは友情に対する乾杯、例えばジョージアと日本の友好に対する乾杯とかそういう感じで飲むと。 ჭინჭილით სვამენო წასულებისო. で最後4つ目、これチンチラっていう容器なんですけど、これは私たちの先祖、もうすでに亡くなった先祖に対する乾杯で、その先祖に対する乾杯をすることで、今僕たちが生きてるってことを思い返すために。今からこの中に入って、中にセラーがあるから、ここ入ってもらって。はい。 არ შეშინდნენ თავი და ონონ და წამევიდნენ. どうぞ。気をつけて。はいおーすごい。すごい涼しい。涼しいの ნახე ღვინო რა ცივია. ナチュラルな条件でも冷たく保存できるっていう。 ჩვენიმოდე あキンキン。冷たい。 20-აო. 20度くらい。なんかその外が暑い方がもうより涼しくなるみたい。彼によると。今からそのさっき紹介したトリコールのワインをデギュステーション、テイスティングで飲んでもらいます。今からテイスティングさせていただきます。大丈夫。 იხავ კიდე იყო და すごいね。すごいねよかったらまだ取ってもらっても。ありがとうございます。見たことないよねこんな量。
素材大事。 კანისგანო და რაში ღვინოს ანსხამენ და გადააქონო. これが昔その作ったワインを運ぶために用いてた容器で動物の皮、これは人工やけどね。 აი სურათს შეხედავთ, ქვევრები არის. これが彼の畑がある場所の写真で、ここから離れた山の中にあるんやけど、この地方ってオスマン帝国の支配下にあって、畑とかワイン作りでも破壊されてた時期で、こういうクベブリ破壊されないように地中に隠してたんやって。でこれはもうその畑を作ってる時に偶然トラクターでちょっと壊してしまったんやけど、その時に偶然見つけたって。へえ、すごい。生き残った。はよかったな。あ、すごい。席についてもらって、お邪魔しまここす。ですよね。今からそのワインのテイスティングの仕方をお伝えしますと、ღვინო არის ცოლი კაურიო. ワインの名前はツォリコウリって言って、使われているブドウは2種類あって、主に 90% ツォリコウリっていうブドウで、わずかにツィツカっていうブドウを入っている、そのブレンド、どちらもジョージアの西で栽培されているブドウ品種です。 აუცილებლად ღვინოს დასხმის წინ უკეთდება ასეთი კლაპანია. テイスティングの仕方を教えるので、私が言うまで匂いを嗅いだり飲まないでください。わかりました。はい。 ღვინის ჩამოსხმის დროსო ხდება განიალებაო და ჟანგბადის აღებაო ღვინო. ღვინო განიავდება და ღებულობს ჟანგბადს, ამიტომ ბუშტუკები არის. こういうふうに注ぐことで、ワインを注ぐときに若干ワインが空気に触れて、若干酸化して、その時により香りが立つと。 ღვინო ცოცხალი არსებაა, მას ქმნის გზემჟავა ბაქტერია და ის წარმოქმნის დროს გაზრო გამოყოფს, იმას ვანიავებთ, ჟანგბადს რო ღებულობს, ბაქტერია ჟანგბადს ღებულობს და უფრო ცოცხლდება ღვინო. でこれをつけて注ぐことでより空気に触れやすくなるから、 აი ასეთი დოქით გამოგვაქვს. こういう赤ワインとかこういうデキャンターを使う時もあります。でその理由も空気と触れさせるためっていう。 ღვინის შეფასება არის 4-ო. ワインを見る観点4つあります。 პირველი ფერიო, აი თოთმე აირო სამფერდა დე. ეს ქვედა მხარე გაწმინდეთ, რომ ცივიაო და გაუხედეთო და დაინახეთ თეთრ ფონზე, ეს არის ქვევრის ფერი. 水滴取って光を出す感じで、このアンバーカラーがいわゆるクベブリカラーですと。2つ目の観点が香りなんですけど、彼が言うにはそのいろんな香りが合わさっていますと。まず感じるのが青リンゴで、その後にレモンだったりマンダリンとかいう柑橘系で、最後にモチの木のちょっと香りがすると。っていうのも、その木は畑の近くに植わってて、その影響を受けてるんじゃないかなと。 ეგ ყველაფერი აქშიაო. 全部が合わさった形でこのワインに含まれています。 ჩვენ რომ ახლა ამის ხნოსვა გავიგოთო, ყველა ზის თავის ბუკეტი ფენოლში და რო გასკდეს და გაიგებს, ასე ვატრიალოთ. このワインの香りをより出すためにこうやって振ってもらって、 ნუ ეშინიან არ დაიქცევა. すごい。めっちゃいい匂いする。最初に青リンゴの感じが感じられて、その後にちょっとどんどん変わっていく。すごい。次は3つ目の観点で、味の観点でついに。ამისათვის すぐ飲むんじゃなくて、ちょっと口の中で数秒間こう転がしながら、口の中の全部の受容体でちょっと味を感じてほしいですと。その後に飲み込むんですけど、ここで感じるのがいわゆるアルコールの強さ、でその飲んだ後口の中にちょっと残るイガイガした感じとか渋みがいわゆるタンニンで、それが口の中に残ります。彼を見てもらってどういうふうに飲むか、転がして აიაკ რომ ჩაიერა სპირტიაო, აიაკ ტანინიაო და ძალიან 飲み方とかちゃんと教わったことなかったから、初めて聞いた。口の中で転がして感じてから飲んで、アルコールそうの転がしていくうちに味の感じもちょっと変わってくるから。変わってくるいただきます。おしゃれ。おしゃ
味がします違う。なんか残り方も違う。 2回目に飲む時はもうすでに口の受容体が反応してる状態やからもっと違った感じで味は考えられると思う。これ飲みやすいよね。めっちゃ美味しい。すごいついてくれる。今から多分乾杯からの一気っていう。ジョージアンの飲み方なんですかね。教えてもらった飲み方何やったんって思う。日本とジョージアの友好に乾杯。ガムジョー。 ჯორჯია ჯაპანას მეგობრობას გამომაძოსო. 頑張るジョージア。 და კანჯი იქნება აწე თამადამი. 僕が玉田になります。近い将来。始まりましたスプラ。 მისკენი და ელაპარაკე და ალე. すごいついてくださる。頑張るジョージ。オッケー。 არა ეს აგერ შავი რომ არის რა. テーブルがこうなってんのが気になってる。あー、これはカメラには入ってないんですよ。大丈夫うん、大丈夫。 აა იგებს リン მაინც. ス、そうリンスはリンスでリンスで უი აქედან. アメリカにカーディナルよ。もう幹事さんとはるかちゃんと今3人で、いるんですが、アメリカ産のねブドウをいただきまして、これと一緒にねちょっともう今はもうゆっくり飲む時間になりました。なんですがちょっと幹事さんについてね、ちょっと聞いていこうと思います。はい、幹事さん。はいはい。幹事さんはまず、ジョージア歴は何年目になるんですかね。ジョージアもほとんど5年。2019年の9月に来たから。はい、5年長い。もうちょっと5年。ちなみにはるかちゃんは1年くらい。1年やっと経ちました。 1年か、大先輩だじゃん。いやもう僕みたいな人間は。すごいいい人。飲んだ方がいいんじゃないですか。うん、どんどん飲んで。そう飲んだ方がいいよね。カニさんはどこでワインに興味持ったんですかね。ワインに興味持ったのは、日本の大学の学部の3回生くらいかな。大学入ってお酒飲み出して、お酒好きになって、日本で酒見って言うんやけど、お酒見るって書いて。酒見幹事さん。そうだからちょうどいいなと思って。で理由やばい。運命だったみたいな。最初はまあビールから興味持って、はいその次に日本酒、でワインはその次やったんやけど、農業のなんかピンカレヒンカリ登場。ジョージア名物の、水餃子のようなね中にお肉が入ってる、ヒンカリという食べ物ですね。胡椒を取りに行った幹事さん。みんないなくなっちゃった。これがジョージアホスピタリティですね。すごい楽しい。はいはい。びっくりした。今ね飲ませていただいているんですが、私ねジョージア2ヶ月以上いるんですが、アンバー飲ませていただいたのは初めてです。でしかもねさっきブドウいただいたっていう風に言ったんですが、ありがとうございます幹事さん。俺はワインくださいました。でさらにねヒンカリまでいただきましたね。で私ちょっとびっくりしたのが、ジョージアでヒンカリ結構いろんなところで食べてるんだけど一番美味しいので今カメラちょっと回してます。何が違うのか分かんないけど美味しい。はいはい、ちょっとさっきね中断してしまったので続きね、幹事さんのね話聞いていこうと思います。ちょっと私がね個人的に気になる話になっちゃうんだけど、そういったところ幹事さんに聞いていきます。どのあたりでワインに興味を持ったのか。はい、多分3回生で。そう、3回生の時にワインに興味持って、お酒の作るプロセスにはもともと興味あったんですけど、ワインってそのブドウを育てるっていう農業の要素もあるじゃないですか、で僕自然が好きやし、自然の中で生きるみたいなこともしたかったんで、ワイン作りやったらもう両方できるって思って、ワインに興味持ったっすね。で4回生の頃に交換留学使ってフランス行かせてもらって、フランスワイン作りを教えてくれる大学に交換留学で行かせてもらって8ヶ月くらいやったんですけど、その時はもうジョージアのこととかも全く知らなかったんですけど、たまたまジョージアワインの授業があったんですよ。でその時に初めてジョージアワインのことを知って、このユニークな作り方やったり全然聞いたことないブドウの品種の名前やったりとか出てきて、独自のワイン文化がある国があるんやなと思ってて、でたまたまクラスメイトにジョージア人もいたんですよね。で僕の誕生日にジョージアワインプレゼントしてくれたんですよ。アンバーワインやったんですけど、でそれ飲んだ瞬間すごい衝撃を受けて、今まで飲んできたワインと全然違うなって思って、しかも自分の舌にあったし日本食に合うなって思って、ジョージアのこと何も知らんけど面白くなると思うから行ってみようっていう感じで、5年前に初めて来たって感じですよね。縁でジョージアに出会ったって感じですね。幹事さんが一番好きなワインの種類って何ですか？
今はやっぱこういうジョージア西のそんなに重くなくて、かつちゃんと深みもある、こういうワインがやっぱ好きかな。アンバーワインってやっぱりレッドとかホワイトに比べるとちょっとお高めですか？いやそんなことない、値段はそんな変わらへん。アベレージ高いの赤ワインやと思う。あ、そうなんだ。アンバーワインはジョージアではめちゃめちゃ作られてる。ジョージアで買うと安いみたいな。ジョージアで買うとやっぱ何でも安い。ワインは多分ね、ジョージアはワイン好きな方は多分沈没地だと思います。はい、ぜひね、ちょっとお酒冒険したい方とかでもね、そういった視点でもジョージアに来てみていいと思います。はいはい。今ね、新しくもらったのが、アラダストゥーディっていうロゼのね、ワインをいただきました。結構ロゼだとね、回して結構長い時間参加させるみたいで、ファーストバイトいただきます。そんな言い方するの？飲みやすい。めっちゃ飲みやすい。飲みやすいよね。結構ね、アラって崇拝者言ってることも多いですが、そちらのアラがアラダストゥーリーその通り。もしかしたら視聴者の方ね、結構幹事さんに対してすごい気になる方とかいるかもしれないんですが、ジョージアの国会沿いのバトミ近くのね、ブクナリっていうところでね、ワインの製造に関わっている幹事さんの紹介でした。ぜひね、幹事さん情報、概要欄でチェックしてみてください。そんな感じになります。じゃあこれからね、ちょっとゆっくりワインたしなんでいきます。はい、ではまた。はいはい。今もう帰り際でね、ワインとね、私コニャック好きだからコニャックをね、単体で、買って帰ろうかなっていう感じで、それを選んでる段階なんで、ちょっと皆さんにお見せします。コニャック1本、美味しかった自家製のね、白ワインの方2本、あとロセがね、1本20ラリーのものっていう感じですね。プレゼントでくれる。いっぱい買ってくれた人にはあげてはるっていうこと。1本プレゼントでなんとくれました。トリコ売りってものを2本買ったんですが、1本おまけでくれましたね。全部ね、年代が違うものをくれましたね。2017、2018、2022。こんな感じでね、すごいね、ワインのテイスティングとかワインの歴史等々を教えていただいて、すごい貴重な経験させていただきました。ありがとうございました。ドロバー。まあそんな感じでね、他じゃ飲めないような、ワインとかも飲めるんで、ワインにちょっと興味がある方、ワインを知りたい方なんかはね、ぜひね、興味ある方、概要欄見てみてください。それではね、ここら辺で私たち、退散したいと思います。ドロバーありがとうございます、カニさんも。本当に。ありがとう。いやー、本当に楽しかった。うん。いや、すごいね。バトミからちょっと本当に車で1時間ぐらい離れただけで、ローカルな、ちょっと山奥みたいなところにね、来れて、ワインのね、製造に関してを追求してる男性に会えると。素晴らしい立地。今からちょっとね、私たちお腹が空いてしまったので、ここら辺ちょっと散策していこうと思います。すごいね、なんか現地の方なんかはああいう感じで芝刈りチックなことをしていますね。はい、あーかわいい。元気だね。はい、普通に歩いてるだけでこちらはね、牛がいました。お、ちょっと寄ってきましたね。可愛らしい。すごい顔にハエが戦ってますが。改めてワイナリに行くっていう、来てもらうっていうことが終わったんで、一回ねここでリセットじゃないけど、まあフランクな感じでビール飲みながらやっていきたいと思います。乾杯。乾杯。やばい。はい、普通に楽しんでいきます。番外編やって。それではまた。楽しい。はい、皆さん。今現在の時刻、次の日の4時になりました。朝です。あの後ね、私は楽しんだわけですよ。なんだ、ビアガーデンみたいなところ行きまして、ビールジョッキでみんなで飲みます。そこから記憶がないわけですよ。で、昨日は一緒にプルーンと寝ました。冷たいし目のむくみも取れるはい、そんな感じでね、本当にね、翌日、はい、皆さんこんにちは。昨日ね、ちょっと私、中途半端なところで切ってしまって、どこまで撮ったかっていうのがあんまり覚えてないんですね。まあ、それもそのはず、結構飲んだわけですよ。で、あの後ね、カンジーさんとはるかちゃんと3人で、飲ませてもらってたんですが、3人でね、気づいたら4本開けてましたね。で、その後に多分カンジーさんと3人でビール飲みに行ったりとか、っていう感じで、多分こっちに着いたのが22時とか23時とか、そのぐらい ?10 時ぐらい ?10 時ぐらいですね。だから昼飲み始めて、多分8時ぐらいまで飲んだのかな。はい、私はもう帰りの記憶がないんですね。で、昨日ね、バスで私寝てる間の映像なんかをね、はるかちゃん撮ってくださってたんですが、はい、こんな感じで。はるかちゃん
ちゃんがいなかったら私は永遠にバスの中で寝てたなというような感じで大変ねちょっとご迷惑をおかけしてしまったんですが、幹事さんとね、すごい楽しいお話しさせていただいて、ワインもね、買わせていただいたんです。なんで、ワインのね紹介ちょっとちゃちゃっとしちゃいたいと思いました。はい、買わせていただいたワインがねこちらの、計4本で、この2本がね同じ種類なんですが、年代が違くて2017年と2018年の年代のものがありまして、これがね自家農園の、収穫したブドウを使った、ホームメイドワインっていう感じで、これ初販売の飲ませてもらったやつだね。これがすごい美味しかったんで、これ2本買わせていただきまして、でこちらがね、ロゼだね1本、買わせていただいて、もう今キンキンに冷えてるんで絶対うまいんだろうなっていうような感じなんですが、これもねおすすめみたいです。はい、これはねホームメイドワインなんだけど、ブドウはねカヘティ地方っていうところで、自家栽培のブドウではないみたいなんですが、一応ホームメイドワインっていう感じで紹介させていただきました。でこちらがね私がちょっと個人的に、好きなコニャックなんですが、こっちねテイスティングしてないから味のなんかわかんないんだけど、これブランデーで多分市販で買うよりは全然安いんだろうなっていうような価格で買えました。でねこれプラスこの全く同じやつを1本、おまけしていただいたという感じで、帰りね、はるかちゃんが私が酔っ払ってるんで、これをね担いで持ってきてくれたっていう感じでね、大変ちょっとご迷惑おかけしましたね。持ってきたね。ありがとうありがとう、マジちょっと荒れたね昨日はね面白かったね。面白かったね。しかもね昨日ね多分寝たのは12時ぐらいとかもうちょっと前か11時ぐらい寝たんだけど、なんかね私が寝てたらねはるかちゃんがいなかったわけですよ。でここのドア開けてこっちに来たら暗い中で静かにうどん食べてましたこの人で、やっぱ救うよねって話になって、夜中の3時に2人で、夜ご飯作るみたいな、もう朝飯みたいな感じで、結局6時ぐらいに寝てね11時に起きたんですが、はい、ちょっとね今日はゆっくりしたいと思います。すごいね昨日はいい経験させていただきました。カニさんありがとう。ありがとう。ありがとう。そんな感じでね、ぜひねカニさんのところ行くとね他じゃ聞けないようなねちゃんとした話とかも聞かせていただけるんで、興味ある方はね概要欄見てみてください。そんな感じでね、ここまでご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。もしね、ワイン気分味わっていただけたらグッドボタンと、チャンネル登録お願いします。漆黒アカウントも、チャンネル登録お願いします。お願いします。私が撮ってないところもね漆黒アカウントでねコブレティっていうところに行ったりとかね、そういったところの動画も上がってると思うんで、興味ある方はチェックしてみてください。それではね次回動画も、おそらくバドミンになるかなっていう感じなんですがはい、どうなるか分かりませんが、ぜひね、興味ある方はチャンネル登録して次の動画も見てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。